アティアは次のように伝えている。私たちは黄色い分泌物を月経のように重要なものとは決して考えなかった。サヒーフ・アルブハーリー326。アイシャ伝承。預言者の妻、私はアッターの死と、彼に平安と祝福あれに、サフィア・ビンとフヤイに月経が来たことを告げました。彼女はおそらく私たちの到着を遅らせるでしょう。彼女はあなた方とタワーフ、イファーダをしましたかと言いました。私たちは、はいと答えました。すると預言者、彼に平安と祝福あれは彼女に帰るように言いました。サヒーフ、アルブハーリー328。イブン・アッバース伝承。女性は月経が来た場合、タワーフ、イファーダ後、家を出る、家に帰ることが許されます。イブン・ウマルは以前、彼女は家を出るべきではないと言っていましたが、後に彼が、アッターの死と、彼に平安と祝福あれが、タワーフ、イファーダ後家を出る許可を与えたので、彼女は家を出てもよい、と言っているのを私は聞きました。サヒーフ、アルブハーリー329、330。アーイシャの伝承。かつて預言者、彼に平安と祝福あれの妻の一人が、彼と一緒にイティカーフを行った際、生理の合間に出血がありました。彼女は、陰部からの血を見て、血を流すための皿を下に置いたのかもしれません。伝承者のイクリマはこう付け加えています。アーイシャはかつて紅花の液を見て、これは誰それの昔のものみたいだ、と言いました。サヒーフ、アルブハーリー309。アーイシャの伝承。アッターの死と、彼に平安と祝福あれの妻の一人が彼と一緒にイティカーフを行った際、彼女は、陰部からの血と黄色い分泌物に気づき、祈りを捧げる際に自分の下に皿を置きました。サヒーフ、アルブハーリー310。アーイシャは、次のように伝えている。忠実な信者たちの母親、すなわち預言者、彼に平安と祝福あれの妻たちの一人が、月経の合間に出血がある時にイティカーフを行った。サヒーフ、アルブハーリー311。アーイシャ伝承。預言者、彼に平安と祝福あれと私は、ジュヌブの頃、一つの浴槽で沐浴をしていました。月経の時には、彼は私にイザール腰より下の丈の服を着るように命じ、愛撫していました。イティカーフの時には、彼は私の近くに頭を持ってきて、私は月経中も頭を洗っていました。サヒーフ、アルブハーリー299、300、301。アブドゥル・ラーマン・ビン・アル・アスワド伝承。父の伝承により、アーイシャはこう言いました。アッターの死と、彼に平安と祝福あれが月経中に私たちの誰かを愛撫したいと思った時はいつでも、彼女にイザールを着るように命じ、愛撫し始めました。アーイシャはこう付け加えた。あなたたちのうち、預言者、彼に平安と祝福あれのように性欲を抑制できる者は誰もいない。サヒーフ、アルブハーリー302。マイムナーの伝承。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは、月経期間中に妻たちを愛撫したい時はいつでも、イザール、膣用包帯をつけるよう頼んでいた。サヒーフ、アルブハーリー303。アルカシムは、次のように伝えている。アーイシャは言った。私たちはハッジを遂行するという唯一の目的で出発し、サリーフ、メッカから6マイル離れた場所に到着した時、生理が始まりました。私が泣いていると、アッターの死と、彼に平安と祝福あれが私のところに来ました。彼は、どうしたのですか？生理が来たのですか？と尋ねました。私は、はいと答えました。彼は、これはアッターがアダムの娘たちに定めたことなのです。だから、カーバ神殿の周りを巡るタワーフ、巡礼を除いて、すべての巡礼者が行うことをしなさいと言いました。アーイシャは付け加えた。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは妻たちのために牛を犠牲に捧げました。サヒーフ、アルブハーリー294。小、月経の始まりと終わり。女性の中には、黄色っぽい分泌物の跡がついた綿布をアーイシャ、アッターに祝福あれに送る者もいました。月経が終わったかどうかをアーイシャに判断してもらうため。そしてアーイシャは、綿布が白くなるまで、月経が完全に消えたことを意味する、急ぐな、と言いました。ザイド・ビン・サビトの娘は、月経が止まったかどうか確かめるために、真夜中にろうそくを求める女性もいたと聞きました。それに対しザイドの娘は、女性たち、預言者の共有の妻たちはそのようなことは決してしなかったと言い、彼女たち、以前の女性たちを責めました。スーラ・アル・バカラの詩286で、全能の神はこう言われます。ويسلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين。彼らはあなた、預言者に月経について尋ねます。言いなさい。月経は痛みを伴うものである。だからその間、女性から離れなさい。彼女たちが清められるまでは近づいてはならない。清められたら、アッターが定められた通りに近づいてもよい。アッターは、主に帰依する者を愛し、また自らを清める者を愛される。アーイシャは、次のように伝えている。
ファーティマ・ビント・アビ・フバイシュは預言者に尋ねた。私は、生理と生理の間に出血が止まらず、正常になりません。礼拝をやめるべきでしょうか？預言者は答えた。いいえ、これは血管からの出血です。普段の生理の日だけ礼拝をやめ、その後沐浴して礼拝を捧げなさい。サヒーフ・アルブハーリー325。アイユーブはこう伝えた。私たちはかつて、若い女性たちがイードの礼拝に2回出かけることを禁じていました。ある女性がバーニー・ハラフの宮殿にやってきて滞在し、彼女の姉の夫が預言者、彼に平安と祝福あれと共に12の聖戦に参加し、姉もそのうち6回は夫と共にいたという話をしました。彼女、その女性の姉はこう言いました。私たちは、傷者の手当てや患者の世話をしていました。ある時、私は預言者に、ベールをつけていない女性が家にいても問題はありませんかと尋ねました。すると預言者は、彼女は同伴者のベールで身を覆い、善行やムスリムの宗教的集会に参加すべきです、と答えました。アティアが来た時、私は彼女に預言者から聞いたのかと尋ねました。彼女は、はいと答えました。私の父が預言者のために犠牲となりますように。彼女は預言者、彼に平安と祝福あれについて話すたびに、私の父が彼のために犠牲となりますようにと言っていました。私は預言者、彼に平安と祝福あれがこうおっしゃるのを聞いたことがあります。未婚の若い処女と、いつも身を隠している成人女性、あるいは身を隠している若い未婚の処女と月経中の女性は、敬虔な信者たちの善行や宗教的集会に参加すべきですが、月経中の女性はムサラ、礼拝所から離れていなければなりません。ハフサはアティアに驚いて尋ねました。月経中の女性とおっしゃるのですか？彼女は答えました。月経中の女性はアラファト、ハッジやその他の行事には参加しないのですか？サヒーフ、アルブハーリー324。サラマ伝承。預言者、彼に平安と祝福あれと羊毛のシーツの下に横たわっていたとき、私は月経が来ました。私はこっそりと抜け出して月経用の服を着ました。彼は、ニファス月経ですかと尋ねました。私は、はいと答えました。すると彼は私を呼び、同じシーツの下に一緒に寝るように命じました。サヒーフ、アルブハーリー298。ザイナブ・ビント・アビー・サラマ伝承。サラマは言いました。私は預言者、彼に平安と祝福あれ、と羊毛のシーツの下に横たわっていたとき、月経が来ました。私はこっそり抜け出して月経用の服を着ました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、月経ですかと尋ねました。私は、はいと答えました。それから彼は私を呼び、羊毛のシーツの下に連れて行きました。サラマはさらにこう言いました。預言者、彼に平安と祝福あれは断食中に私にキスをしていました。預言者、彼に平安と祝福あれと私は、同じ鍋でジャナバの沐浴をしていました。サヒーフ、アルブハーリー322。アティア伝承。私たちは、夫の死後3日以上もに服すことを禁じられていました。夫の死後、もに服すのは4ヶ月と10日間とされていました。その間コール、アンチモンの目薬を目に塗ること、香水をつけること、そしてアスル、イエメンの布の一種で、非常に粗くザラザラしていますで作られた服以外の色のついた服を着ることは許されていませんでした。月経後の沐浴の際には、ごくわずかな香水をつけることが許されていましたが、葬列に同行することも禁じられていました。サヒーフ、アルブハーリー313。アイシャ伝承。私は月経中、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれの髪を透かしていた。サヒーフ、アルブハーリー295。ウルワ伝承。ある人が私に尋ねた。月経中の女性が私に仕えることができるでしょうか？ジュヌーブの女性が私に近づくことができるでしょうか？私は答えた。私にはどれも容易なことです。彼女たちはみんな私に仕えることができますし、他の人が同じことをしても何ら問題はありません。アーイシャは、月経中、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれがイティカーフ、モスクで礼拝をしていたとき、彼の髪を透かしていたと私に語った。彼は自分の部屋で彼女の近くに頭を近づけ、彼女は月経中、彼の髪を透かしていたのである。サヒーフ、アルブハーリー296。マイムナー、預言者の妻はこう伝えています。私は月経の間、決して祈りを捧げませんでした。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれのモスクの脇にある敷物の上に座っていました。彼はいつもシーツの上で祈りを捧げ、ひれ伏す際に衣服の一部が私に触れていました。サヒーフ、アルブハーリー333。サムラ・ビン・ジュンドゥブは、次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれは、出産中に亡くなった女性の遺体のために葬儀の祈りを捧げ、彼女の体の真ん中に立った。サヒーフ、アルブハーリー332。アーイシャ伝承。ある女性が預言者、彼に平安と祝福あれに、月経が終わった後の沐浴について尋ねました。預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女にどうすればよいかを教え、
ムスクの香りの布で身を清めなさい、とおっしゃいました。女性は、それでどのように身を清めればいいのでしょうか、と尋ねました。預言者は、アッターよ。それで身を清めなさいとおっしゃいました。私は彼女を引き寄せ、血で汚れた部分をそれですりなさい、と言いました。サヒーフ・アルブハーリー314。アーイシャ伝承。あるアンサリーの女性が預言者、彼に平安と祝福あれに、月経が終わった後の沐浴の仕方を尋ねました。預言者は、ムスクの香りの布を取り、それで陰部を3度洗いなさい、と答えました。預言者、彼に平安と祝福あれは恥ずかしそうに顔を背けました。そこで私は彼女を引き寄せ、預言者、彼に平安と祝福あれが何を意味していたのかを彼女に伝えました。サヒーフ・アルブハーリー315。アーイシャはこう語りました。預言者、彼に平安と祝福あれは、私が月経中の間、私の膝に寄りかかってクルアーンを朗唱していました。サヒーフ・アルブハーリー297。アーイシャの伝承。私たちの誰かが月経を迎えると、彼女は身なりを整え、血のついた部分を掴んで衣服から血を拭き取り、その上に水をかけ、その部分をよく洗い、衣服の残りの部分にも水を振りかけました。その後、彼女はその衣服を着て祈りを捧げました。サヒーフ・アルブハーリー308。アーイシャの伝承。私たちは誰も一枚の衣服しか持っておらず、それを着たまま月経を迎えました。衣服が月経の血で汚れると、唾液をその部分に塗り、爪で血を拭き取っていました。サヒーフ・アルブハーリー312。アナス・ビン・マリクは、次のように伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。アッターはすべての子宮に天使を任命し、こう言います。主よ、一滴の精液、主よ、一塊の結界、主よ、小さな肉塊を、そしてアッターが、その創造を完成させたいと望まれるとき、天使はこう尋ねます。主よ、それは男か女か、不幸か祝福されたものか、そしてその糧はどれほどのものか、そしてその年齢は何歳か、と。こうして、その子がまだ母親の体内にいる間に、すべて記されるのです。サヒーフ・アルブハーリー318。小、月経中の女性はサウム、断食を守って出かけるべきである。アブー・サイード・アルフドリーの伝承。かつてアッターの死と、彼に平安と祝福あれは、イード・アル・アドハー、犠牲祭のムサラ、礼拝に出かけました。そして、女性たちのそばを通り過ぎ、こう言いました。女性たちよ、施しをしなさい。地獄の住人の大部分があなたたち、女性たちであることを私は見てきました。彼女たちは尋ねました。アッターの死と、彼に平安と祝福あれよ。なぜそうなのですか？彼は答えました。あなたたちは頻繁に呪い、夫への恩知らずです。あなたたちほど知性と信仰心に欠けるものを私は見たことがありません。思慮深く分別のある男でさえ、あなたたちの一部によって惑わされることがあるのです。女性たちは尋ねた。アッターの死と、彼に平安と祝福あれよ。私たちの知性と宗教に何が欠けているのでしょうか？彼は言った。二人の女性の証言は、一人の男性の証言に等しいではないか。女性たちは肯定的に答えた。彼は言った。これが彼女の知性の欠陥です。女性は月経中に祈りも断食もできないのは本当ではないでしょうか？女性たちは肯定的に答えた。彼は言った。これが彼女の宗教の欠陥です。サヒーフ・アルブハーリー304。アーイシャはこう伝えている。アッターの死と、彼に平安と祝福あれの最後のハッジにおいて、私はアッターの使徒と共にハッジのイフラーム、巡礼を行いました。私はタマットゥ、ハッジとウムラを行うことを意図し、ハディ、犠牲の動物を携えていかなかった者の一人でした。私は月経が来て、アラファの夜まで清潔ではありませんでした。私は言いました。アッターの使徒よ、アラファの日の夜、私はハッジ、タマットゥをウムラと共に行うつもりでした。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは私に髪をほどき、櫛で透かし、ウムラを延期するように言われました。私はそれに従い、ハッジを完了しました。アル・ハスバー・メッカ郊外の、皆でハッジの儀式を終えた巡礼者が行く場所の夜、彼、預言者はアブドゥル・ラーマン、アーイシャの兄弟に、私が行うつもりだったハッジタマットの代わりにウムラのフラーム、儀式を行うために、私をタニームに連れて行くように命じました。サヒーフ・アルブハーリー316。アーイシャはこう伝えた。ズル・ヒッチャ月1日、私たちはハッジを行うつもりで出発した。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。ウムラのイフラームを行いたい者は、そうすればよい。もし私がハッティを持っていなかったら、ウムラのイフラームを行っていただろう。私たちの中には、ムラのイフラームを受けた者もいれば、ハッジのイフラームを受けた者もいました。私はウムラのイフラームを受けた者の一人でした。私は月経が始まり、アラファトの日まで続きました。預言者にそのことを訴えました。預言者は私にウムラを延期し、
髪をほどいて櫛で透かし、ハッジのイフラームを受けるように言われました。私はその通りにしました。ハスバの夜、預言者は私の兄弟であるアブドゥル、ラフマン・ビン・アビー・バクルを私と共にタニムへ送りました。そこで私は宴会のウムラのイフラームの代わりにウムラのイフラームを受けました。ヒシャムはこう言いました。そのウムラには、ハッピーも断食も施しも必要ありませんでした。サヒーフ、アルブハーリー317。ムアザーは、次のように伝えている。ある女性がアイシャに尋ねた。月経のために捧げられなかった礼拝は捧げるべきでしょうか。アイシャは答えた。あなたはフーラウラ・イラクの長の出身ですか。私たちは預言者、彼に平安と祝福あれと一緒にいて、月経はありましたが、彼は私たちに月経中に捧げられなかった礼拝を捧げるように命じたことは一度もありませんでした。アーイシャはおそらくこう言った。私たちは捧げませんでした。サヒーフ、アルブハーリー321。